多くの魚は体の表面に鱗を持っています。生きた魚に触れることの多い釣り人は、鱗を目にする機会も多いでしょう。魚の鱗にはどのような種類があり、どんな役割を持っているのでしょうか。身近でありながら意外と知らない鱗について考えてみましょう。本日の結論です。敵から体を守る大事な役目。本日の目次です。魚の体表を覆う鱗。魚の鱗の起源。鱗の種類。鱗の役割。鱗の発生と再生。魚の鱗と釣り。それではこの6つについて解説していきます。魚の体表を覆う鱗。鱗という言葉には科学的な定義があるわけではなく、魚類をはじめとする動物の体を覆っている小片のことを指しています。体の内部に存在し、体を支えている骨などの内骨格に対して皮膚の一部が変化して体の外側を形成している外骨格の一つです。鱗を持つ生物としては、まず魚類が挙げられます。マダイやコイなどの硬骨魚類、サメ、エイなどの軟骨魚類の多くは鱗を持っていますが、ヤツメウナギやヌタウナギなどの円孔類は鱗を持ちません。魚以外に鱗を持つ動物としては、トカゲやワニ、ヘビなどの爬虫類があります。これらの動物の鱗は、魚のものとはやや異なっていて、魚の鱗が真皮、皮膚の下層変化したものです。魚類の鱗の構造は必ずしも同じではなく、分類群ごと、魚種ごとで多様です。鱗は同一の魚種でほぼ一定の形状を持っているので、種類を見分ける際の決め手になったり、鱗から得られる情報が魚の年齢や系統を知る手がかりになることもあります。鱗の構造について解説します。円鱗の一つである鯉の鱗、質鱗であるマダイの鱗、質鱗であるタカベの鱗の後部、小さな極を持っているのがわかります。鱗の大部分は鱗嚢と呼ばれる皮膚のポケットの中に収まっていて、被覆部と呼ばれ、反対側の色のついた部分を露出部と呼びます。通常、外から見えるのは露出部のみです。さらに、鱗を拡大してみると、中心を囲んで同心円状に走る線が何本も見えます。この線を隆起線と呼びます。隆起線は、魚の栄養状態やホルモンの変化、生育条件の変化によって成長に差が出た時に形成され、魚の年齢や生育環境を知る手がかりとなります。魚の鱗の起源。最も古く地球上に現れた魚類は古生代に現れた褐虫魚と呼ばれるもので、鱗というよりも甲羅のような骨格で覆われた魚類でした。その後、褐虫を持たない硬骨魚類が現れますが、初期の硬骨魚類はコズミン鱗やガノイン鱗と呼ばれる硬いエナメル質で皮膚を覆っていました。こうした特徴を残しているのがシーラカンスやガーなどの古代魚類です。その後、現代の魚類の大部分を占める真骨類が現れますが、真骨類の鱗には表面を覆う分厚いエナメル層がなく、薄い鱗を重なり合わせて体表を滑らかにすることで、よりしなやかな動きを生み出し、素早く自由に泳ぎ回ることができるようになったと言われています。鱗の進化の過程を見ると、より新しい時代に登場した魚類の鱗では、エナメル質や象牙質の層が退化し、より薄く軽くなっていて、防御する機能よりも機動性を上げる方向に進んでいます。魚類の進化は鱗の進化でもあるのです。鱗の種類。魚類の鱗はその形状や成分によって純鱗、コズミン鱗、光鱗、ガノイン鱗、円鱗、質鱗の5種類に分類できます。純鱗は多くのサメ類が持つ鱗で、いわゆるサメ肌の元となるものです。サメには一見鱗がないように見えますが、顕微鏡で拡大すると細かな鱗が並んでいるのがわかります。この純鱗は歯と同じように
エナメル質と象牙質から形成されていて、獅子と呼ばれることもあります。サメの鱗には身を守る役割のほか、体の周りの水流を整えて抵抗を少なくする機能もあり、競泳用の水着のモデルとなったのは有名です。コズミン鱗は古生代に繁栄した藻類類や廃魚類に見られる鱗で、4層の構造を持つ丈夫な鱗です。原生の魚類でコズミン鱗を持つのはシーラカンスと6種の廃魚類のみとなっています。光鱗、ガノイン鱗も化石で発見される古代魚に多く見られる鱗です。ガノインと呼ばれるエナメル層が表面を覆った丈夫な構造で、それぞれの鱗が重なり合うのではなく、ひし形の鱗がお互いに蝶つがいのように組み合わさって体表を覆っています。現存の魚ではガーやチョウザメの鱗が光鱗です。我々が普段目にする大部分の魚が持っているのは円鱗と質鱗と呼ばれる鱗です。これらの鱗はエナメル質が完全に退化した柔らかな鱗で、コラーゲンでできた繊維層と硬質の骨質層から形成されています。円鱗と質鱗は基本的には同じ構造を持っていて、質鱗には縁に櫛のような小さな棘が並んでいるのが特徴です。魚の体表の鱗を触ってみて、ザラザラしているのが質鱗、滑らかなのが円鱗です。一般的にヒレに硬い節、棘状を持つ魚は質鱗を持ち、ヒレが軟条だけで構成されている魚は円鱗を持つ傾向にありますが、質鱗の中にも様々な形態があり、見分けるのは難しいです。変わった例として、ヒラメでは目のある側は質鱗を持ち、目のない裏側は円鱗を持っています。このほか特殊な鱗として、アジ類などで見られる鋭い突起を持つ鱗、ゼイゴやハリセンボンの針、ハコフグの硬い体表なども鱗が変化したものです。鱗の種類のまとめです。硬骨魚類の多くは円鱗か質鱗のどちらかを持っています。両者に大きな違いはなく、外部に露出している部分が滑らかな円鱗に対し、質鱗は縁に櫛状の突起を持ち、ザラザラとしています。サメなどの軟骨魚類が持っている純鱗は、微細な盾のような鱗がびっしりと並ぶ構造を持ち、一部の古代魚類が持つ光鱗では、ひし形の鱗が蝶つがいのように組み合わさることで表皮を形成しています。円鱗や質鱗が瓦のように互いに重なり合いながら体の表面を覆っているのに対し、純鱗や光鱗はタイルのように体表に張り付いているのが特徴です。鱗の種類と主な魚種を紹介します。円鱗を持つ魚、鯉、フナ、サケ、アユ、ワカサギ、マイワシ、サヨリ。質鱗を持つ魚、マダイ、スズキ、イサキ、ホウボウ、アイナメ、ボラ。両方を持つ魚、ヒラメ、マコガレイ、シマイサキ、ムツ。特殊な鱗を持つ魚、カワハギ、トラフグ、ニザダイ、ハコフグ。退化した鱗を持つ魚、ウナギ、ゲンゲ、ネズミゴチ、マアナゴ。鱗のない魚、アカヤガラ、アンコウ、イシガレイ、ナマズ、タチウオ。鱗がない魚について解説します。タチウオには鱗がなく、グアニン質の特殊な層で体表を覆っています。この表皮は常に新しい組織を形成することで体表を保護していますが、非常に剥がれやすくなっています。このグアニン層はかつてマニキュアや模造真珠の原料として使われていました。イシガレイは体表に鱗を持たず、代わりに石状骨質板と呼ばれる石のような突起が並んでいることが特徴です。なお、この石には臭みがあると言われ、生きているうちに取り除くことが美味しく食べるコツです。鱗の役割。鱗には様々な役割を持っており、魚類の生存にとって必要不可欠なものです。主な役割は次の通りです。身を守る役割。
水分の移動を防ぐ。カルシウムを補給する。振動や水流を感じるセンサー。体色を変化させる。それぞれについて解説していきます。身を守る役割。鱗の一番の役割は外敵や外傷から身を守ることです。海水魚よりも淡水魚が沖合を回遊する魚よりも沿岸の岩礁帯に住む魚がより大きく丈夫な鱗を持つ傾向にあるのは、水鳥や大型の魚などの捕食者のほか、岩や水草との接触のような外部からのダメージを軽減するためと考えられています。また、ハリセンボンやハコフグ、カワハギなどが持つ特殊な鱗は、こうした防御に特化して進化したものと言えます。生きた魚についている鱗や、抜けた直後の鱗がヌルヌルしているのは、鱗そのものよりも、鱗の下の皮膚から出る粘液によるものです。この粘液は膜となって魚の体を覆うことで、魚の体と水の摩擦抵抗を少なくし、よりスムーズな推進力を得るのに役立つと同時に、細菌や寄生虫などの侵入を防ぐことに役立っています。鱗と粘膜は一体となって魚の表皮を守る機能を発揮しているのです。水分の移動を防ぐ。鱗には体表の粘液とともに体表を包むことで外部からの水の出入りを防ぎ、体内の浸透圧を保つ役割があります。淡水魚の場合、体液より薄い周囲の水がだんだん侵入してくることになり、反対に海水魚の場合は、周囲の水より薄い体液の水分が体の外に出ていってしまうことになります。そこでエラにある特殊な細胞や腎臓、消化管で塩分を能動的に吸収、排出して体内の塩分濃度を調節していますが、体表の細胞から直接侵入、排出される水分をすべてコントロールすることはできません。表の鱗は粘膜とともにこうした水分の移動をブロックして体液の濃度を一定に保つバリアとして機能しています。カルシウムを補給する。鱗は骨と同じようにミネラルの貯蔵庫としての機能を持っています。鱗の成分を見てみると、その組成は海水の成分に近いことがわかりますが、特にカルシウムの含有量が多いことが特徴的です。カルシウムは広範囲な生理機能に用いられる最も重要な元素の一つであるため、魚は水中のカルシウムを取り込むと血液を介して骨や鱗に蓄積します。魚類の場合、体内のカルシウムの約 80% が骨に、約 10% が鱗の中に存在すると言われています。産卵期や冬季など何らかの理由で血中のカルシウム濃度が不足すると、骨や鱗に貯蔵したカルシウムを再吸収して利用しているのです。マイワシの鱗の成分はこのようになっています。鱗を構成している元素は海水の組成に近いですが、特にカルシウムを多く含んでいることがわかります。振動や水流を感じるセンサー。魚の体を真横から見ると、側面の中心部分に一本の線が通っているのがわかります。この線は側線と呼ばれ、魚の耳、内耳とともに水圧や音を感知する器官となっています。側線の数や本数は魚種によって様々ですが、多くの魚は体側面の鱗の上に側線があり、側線のある鱗を側線鱗と呼びます。側線鱗は他の鱗と形態が異なり、鱗の中央に開いた小さな孔が皮下でつながって一つの管状になっています。この管の中は粘液で満たされていて、水中を伝わってきた外部からの刺激が鱗に当たると、側線の孔から管の中の細かい毛を持った感覚細胞に伝達される仕組みとなっています。側線では水流の圧力を感知して流れの向きや方向を感じるとともに、水温や塩分濃度、他の魚との距離などを感じることもできます。大群の魚が一糸乱れぬ動きをとるのも鱗のセンサーのおかげなのです。体色を変化させる。魚の体色は種類によって多種多様であり、
驚くような色彩を持つ魚や、瞬時に体色を変化させる魚もいます。こうした色の変化には、体の体表や鱗に存在する細胞が関与しています。魚の体色は種として皮膚に散在する色素胞と呼ばれる細胞によって決まっています。色素胞の中の色素や結晶を集めたり、配列を変えることによって魚の色の変化が起こったり、色の配列が決まったりするのです。このような数種類の色素胞の組み合わせだけで複雑な魚の色は作られているのです。特に鱗の上に分布する色素胞は中心よりも表皮に近い外側の部分に集中しています。魚の鱗を顕微鏡で拡大すると、それぞれの色素胞は分布している様子を見ることができます。このように魚の色にも鱗が関係しています。これらの色素胞の運動、すなわち魚の体色の変化には様々なイオンや神経、ホルモンが関与していると考えられていますが、そのメカニズムには解明されていない部分も多くあります。釣りの対象としても人気のあるサツキマスやサクラマスなどのサケ科の魚は、海に下る前に体表の鱗が銀白色に変化します。陸風型のヤマメと公海型のサクラマスの外見上の大きな違いが鱗です。ヤマメが海に下る際にホルモンの分泌により海水生活に適応した体に変化します。この変化は銀化、スモルト化と呼ばれ、銀化化した魚の体表や鱗の表面にはヒポキサンチンやグアニンと呼ばれる物質が沈着し、イワシやニシンのような海水魚と同じように銀白色に輝くようになります。これらの魚の銀化化は淡水から海水に適応するためにホルモンの働きによって起こりますが、魚が鱗の性質を変化させる珍しい例です。なお、銀化化した魚の鱗は極めて剥がれやすくなっています。オイカワやウグイ、サケなど産卵期に体色を変化させる魚は多いですが、こうした体色の変化は鱗の表面にある色素胞の変化によって起こります。魚種によって異なる鱗のまとめです。マアジの側線鱗、ゼイゴ。アジの仲間は尾びれの付け根に硬く鋭い特殊な側線鱗を持ちます。この鱗はゼイゴと呼ばれ、身を守るのに役立っていると言われています。このほか、ニザダイの仲間も同じような鱗を持っています。ハリセンボンの針。ハリセンボンの鱗は針のように尖っていて、普段は畳まれていますが、危険を感じたり敵に襲われると水を吸い込んで膨らみ、身を守ることができます。フグの仲間には特殊な鱗で身を守っている種類が多くいます。カワハギ。カワハギの表皮はザラザラした特殊な鱗で覆われています。この鱗は一見サメ肌と似ていますが、カワハギの鱗はサメのような純鱗ではなく、小さな極が発達した質鱗が変化したものです。大きな鱗の鯉。鯉の鱗は一つ一つがくっきりとしていて目立つため、鱗にまつわるエピソードも多くあります。中国や日本で鯉が縁起の良い魚とされているのもその鱗ゆえのことでしょう。また、世界最大級の淡水魚と言われるピラルクーは非常に大きな鱗を持ちます。ウナギ。ぬるぬるして一見鱗がないように見えるウナギやドジョウは魚類の中でも最小の部類にあたる鱗を持っています。普段は皮膚に埋もれていて気づきにくいのですが、顕微鏡で観察すると直径約 1mm ほどの円形の鱗がびっしりついていることがわかります。サメ肌も鱗の一種。サメの表皮はサメ肌とも言われ、触るとザラザラしていますが、これは純鱗と呼ばれる特殊な鱗によるものです。サメの鱗は身を守ると同時に泳ぐときにできる水流の乱れを減らし、抵抗を少なくすることにも役立っています。鱗の発生と再生。孵化直後の稚魚は鱗を持ちません。稚魚から幼魚へと成長する過程で、鱗は体表を覆っていき、その魚種ごとに決まった数に達します。多くの魚では、鱗の発生は尾の方から始まることが知られていて、
成長に伴って背の部分、腹の部分、頭部に近い部分へと広がっていきます。鱗の生成は周囲の環境や生育状態が関係してくるため、魚の年齢や回遊履歴を調査するときにも利用されます。季節ごとに成長の差が現れますが、この差が隆起線となって鱗の表面に残ります。樹木の年輪と同じように、この隆起線の数を数えることによって、その魚の年齢を調べることができます。それでは、何らかの原因で抜け落ちてしまった鱗はどうなるのでしょうか。実は、失われた鱗はすぐに再生するのです。再生される鱗は再生輪と呼びますが、再生輪は通常の鱗に比べて非常に早く成長します。例えば、鯉の場合、抜けた鱗は水温25度の条件下で約1ヶ月で再生します。こうした素早い再生のメカニズムからも、鱗が必要不可欠なものだということがわかります。鱗の剥がれやすさが魚の種類によって異なることを感じることがあります。例えば、スズキやマダイの鱗は調理の際に鱗落としを使わないと容易に剥がれないのに対して、イワシの鱗は釣り上げて手で触るだけで剥がれてしまいます。これは鱗の構造の違いによるものです。多くの鱗は体から抜けにくいようにトゲ状の突起によって体表に固定されていますが、この突起の形状が魚種ごとに異なり、鱗の抜けやすさの違いにつながっています。魚の鱗と釣り。何らかの原因で取れてしまった鱗はすぐに再生しますが、体表の粘膜が傷つくと抵抗力が低下したり、水カビなどに感染して死んでしまったりすることがあります。釣った魚をリリース、再放流する場合は、魚の扱いに注意が必要です。なお、釣った魚を乾いた手で触ると魚がやけどすると言われますが、正確には人の体温程度では熱による皮膚の障害、やけどが起こるわけではなく、魚の体表を覆う粘膜が傷つくことによるダメージです。鱗を取ることを料理の世界では鱗を引くと言いますが、鱗の引き方も魚によっていくつかの種類があります。一般的には包丁の背や鱗落としでかき取りますが、アマダイのように身の柔らかい魚の場合は、身を傷めないように包丁ですき取る場合もあります。大根の輪切りでなぞるようにこすり取る方法や、熱湯をかけて鱗を浮かす湯引きと呼ばれる方法もあります。鯉やブダイの鱗など大きくて硬い鱗は油で揚げて食べることもできます。鱗を取らずに焼いたアマダイの若狭焼きや鯉国のように鱗を生かした料理法もあります。鱗は水産業においても廃棄物として扱われることが多いですが、一方で資源として有効利用しようという取り組みも行われています。例えば、鱗の主成分であり、カルシウムやリンを含むハイドロキシアパタイトやコラーゲンを栄養補助のための食品添加物として利用したり、化学肥料の原料や歯の再石開花を促す歯磨き粉といった製品を作る研究も進んでいます。今後は貴重な天然資源として鱗が活用される可能性もあります。リリースを前提とした釣りの場合は、鱗が取れたり、体表の粘膜が傷ついたりしないよう、極力魚体に触れずにリリースすることを心がけましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。